こんにちは、ミルです。今日も質問にお答えします。ちょっとね、今日は恥ずかしいお話をします。はい。質問は、日本語教師になって良かったことは何ですか？という質問です。いろんな人と出会えるとか、いろんな国の文化を知ることができるとか、そういうのもね、もちろんそうなんですが、一番はですね、自分は知らないことだらけだということを知ったということです。もうこれが一番です。日本語を勉強するようになって驚きました。母国語なのに私はこんなに何も知らなかったのかと、本当にね、愕然としました。で、終わりがないですね。調べれば調べるほど、わーってなっていくんです。だから、私、本当に日本語教師を名乗っていいのかと思うようになりました。今もね、そうですね。本当にもう知らないことばっかりで、自信がなくなります。こんなにね、私は何も知らなかったのかと愕然としたときに、日本語以外にもですね、私は知らないことばかりなんだということが腹に落ちたんですよ。もう全部です。もうすべてにおいて、私って知らないことばっかりなんだと腹に落ちたんですね。恥ずかしいことに一時期傲慢になってしまった時期があります。決まった教科書で毎回同じように授業をします。そうすると、だんだん質問が決まってくるんですね。こういう質問が毎回来ると。なので、そのような質問が来ないように準備をして、また授業をする。で、同じように毎回授業をする。これを繰り返しているうちに、その教科書の授業が楽になってくるんですね。余裕が出てきます。で、そんな時に、学生がね、日本大好きとか、日本人のように日本語が話せるようになりたいとか、日本人に生まれたかったとか言うんですね。先生羨ましいとか。で、おバカな私は勘違いをしてしまったんです。私はね、ただ偶然日本に生まれ落ちて、日本に育っただけという存在なのに、私がすごいわけじゃないのに、なんかね、日本のここがすごいとか、日本人のここがすごいとかね、羨ましいなんて言われ続けて、あれ日本人の私ってすごいんじゃないっていう勘違いをしちゃったんですよ。恥ずかしいですね。もう本当に恥ずかしい。あとは、年下の人たちはもちろんなんですが、年上の人にもね、先生先生と言われ続け、さらにいろんなことをね、先生だからということで優先してもらったり、いろいろと贈り物をいただいたり、で、そんなことをね、され続けて、勘違いしちゃったんですね。学校を卒業して日本語教師になったというわけではなくて、もう何年も何年もね、社会人していたんですが、このようなことをしてもらったことがなかったんですね。なので、ものすごく勘違いしちゃったんですね。で、あとは学生がどんどん私よりも年下になっていくんですね。はい。授業中も先生先生っていろんな質問をしてくれたり、日本語以外でも先生の話が聞きたいとか、先生はこういう時どう考えますかとか、アドバイスを求められたりしたんですね。で、そこで私は、あれと私って人生の先輩みたいな感じになっちゃったんですね。もしかして私って人生経験豊富みたいな、そういう感覚になっていってしまったんですよ。恥ずかしい。自分が経験してきたこととか、自分が感じたことしかね、知らないくせに、わかるなんて言っちゃって、で、聞かれてもいないのにアドバイスをしたくなっちゃったりしてね。してないんですよ。聞かれなければアドバイスなんてしないんですけど。
本当にね、もううるさいおばさんみたいな感じになってしまったんですよ。勘違いおばさん。私とね、その人が同じはずないのに、なんかね、分かった気になって、分かる分かる、みたいな。私もそういう時あった、なんて言っちゃって、笑っちゃいますね。そんな時期が一時期ありました。どうなんでしょう。他の先生ってこういう経験はないんでしょうか。私は本当に恥ずかしいんですが、このようになりました。はい。なんですが、日本語の勉強が当然ですが終わりがなくて、わからないことだらけだということに直面したんですね。で、そう腹に落ちたんですよ。あ、私って知らないことだらけなんだって。そしたらね、急に今までの言動が恥ずかしくなったんですよ。そりゃそうですよね。本当に恥ずかしいです。でも、これに気づかなかったら、きっと今も、私は先生ですよってね、私いろんなことを知ってるのよ、なんて、いろんな経験してるよ、なんていうね、なんかこう、傲慢な生き方をし続けてしまったのかなって思うと、怖いですね。すごく怖い。なので、日本語教師になって、まず母国語のことを知らなかったことに愕然として、すべてにおいて知らないことばかりなんだということが腹に落ちて、本当に良かったと思っています。これは私の財産です。はい。ということで、今日は日本語教師になって良かったことをお話ししました。じゃあ、バイバイ。こんにちは。ミルです。今日も質問にお答えします。ちょっとね、今日は恥ずかしいお話をします。はい。質問は、日本語教師になって良かったことは何ですかという質問です。いろんな人と出会えるとか、いろんな国の文化を知ることができるとか、そういうのもね、もちろんそうなんですが、一番はですね、自分は知らないことだらけだということを知ったということです。もうこれが一番です。日本語を勉強するようになって驚きました。母国語なのに私はこんなに何も知らなかったのかと。本当にね、愕然としました。で、終わりがないですね。調べれば調べるほど、わーってなっていくんです。だから、私本当に日本語教師を名乗っていいのかと思うようになりました。今もね、そうですね。本当にもう知らないことばっかりで自信がなくなります。はい。こんなにね、私は何も知らなかったのかと愕然とした時に、日本語以外にもですね、私は知らないことばかりなんだということが腹に落ちたんですよ。もう全部です。もうすべてにおいて、ああ、私って知らないことばっかりなんだと腹に落ちたんですね。恥ずかしいことに一時期傲慢になってしまった時期があります。決まった教科書で毎回同じように授業をします。そうすると、だんだん質問が決まってくるんですね。あ、こういう質問が毎回来ると。なので、そのような質問が来ないように準備をして、また授業をする。で、同じように毎回授業をする。これを繰り返しているうちに、その教科書の授業が楽になってくるんですね。余裕が出てきます。で、そんな時に、学生がね、日本大好きとか、日本人のように日本語が話せるようになりたいとか、日本人に生まれたかったとか言うんですね。先生羨ましいとか。で、おバカな私は勘違いをしてしまったんです。私はね、ただ偶然日本に生まれ落ちて、日本に育っただけという存在なのに、私がすごいわけじゃないのに、
なんかね、日本のここがすごいとか、日本人のここがすごいとかね、羨ましいなんて言われ続けて、あれ、日本人の私ってすごいんじゃないっていう勘違いをしちゃったんですよ。恥ずかしいですね。もう本当に恥ずかしい。あとは、年下の人たちはもちろんなんですが、年上の人にもね、先生先生と言われ続け、さらにいろんなことをね、先生だからということで優先してもらったり、いろいろと贈り物をいただいたり、で、そんなことをね、され続けて、勘違いしちゃったんですね。学校を卒業して日本語教師になったというわけではなくて、もう何年も何年もね、社会人していたんですが、このようなことをしてもらったことがなかったんですね。なので、ものすごく勘違いしちゃったんですね。で、あとは学生がどんどん私よりも年下になっていくんですね。はい。授業中も先生先生っていろんな質問をしてくれたり、日本語以外でも先生の話が聞きたいとか、先生はこういう時どう考えますかとか、アドバイスを求められたりしたんですね。で、そこで私は、あれと、私って人生の先輩みたいな感じになっちゃったんですね。もしかして私って人生経験豊富みたいな、そういう感覚になっていってしまったんですよ。恥ずかしい。自分が経験してきたこととか、自分が感じたことしかね、知らないくせに、わかるなんて言っちゃって、で、聞かれてもいないのにアドバイスをしたくなっちゃったりしてね。してないんですよ。聞かれなければアドバイスなんてしないんですけど。本当にね、もううるさいおばさんみたいな感じになってしまったんですよ。勘違いおばさん。私とね、その人が同じはずないのに、なんかね、分かった気になって、分かる分かる、みたいな。私もそういう時あった、なんて言っちゃって、笑っちゃいますね。そんな時期が一時期ありました。どうなんでしょう。他の先生ってこういう経験はないんでしょうか。私は本当に恥ずかしいんですが、このようになりました。はい。なんですが、日本語の勉強が当然ですが終わりがなくて、わからないことだらけだということに直面したんですね。で、そう腹に落ちたんですよ。あ、私って知らないことだらけなんだって。そしたらね、急に今までの言動が恥ずかしくなったんですよ。そりゃそうですよね。本当に恥ずかしいです。でも、これに気づかなかったら、きっと今も、私は先生ですよってね、私いろんなことを知ってるのよ、なんて、いろんな経験してるよ、なんていうね、なんかこう、傲慢な生き方をし続けてしまったのかなって思うと、怖いですね。すごく怖い。なので、日本語教師になって、まず母国語のことを知らなかったことに愕然として、すべてにおいて知らないことばかりなんだということが腹に落ちて、本当に良かったと思っています。これは私の財産です。はい。ということで、今日は日本語教師になって良かったことをお話ししました。じゃあ、バイバイ。